ホラーエンターテインメントといいますか、アクションカメラがですね、今年変わっていたんですよね。心霊のエンターテインメント番組として楽しみつつですね、どういうカメラを使っているのかなと。で、アクションカメラがですね使われている場合にはどういうような写りが楽しめるのかなということも見ていたりするんですけれども、はい、皆様こんにちは。本日は DJI Osmo Action 4を使いまして元ブログの方を行っていきたいと思います。ですね、1時間ぐらい前はですね、かなり青い空がすごく広がっていたんですけれども、すっかりですね雲に覆われてしまいまして、ちょっと残念といえば残念な天候なんですが、本日はですねどのようなお話をするかと言いますと、夜間撮影についてお話の方をしていこうかなというふうに思うんですよね。で、アクションカメラといえばですね、ほとんどのものが夜間撮影弱いんですよね。北海道はですねもうすっかり秋の気配なんですけれども、夏になるとよく見る YouTube の、カテゴリーといいますかジャンルがございまして、何かと言いますと心霊番組といいますかなんて言うんでしょうね、ホラーエンターテインメントといいますか、そういうようなですね番組の方を結構見たりするんですよね。その中でですね ZOZOZO というですね、私の大好きなチャンネルがあるんですけれども、そちらの方がですね今年ですね、新作といいますか拝見いたしましたところ、なんとですね今までは GoPro ヒーローなんちゃらをですねカメラとして使ってきたり、メインはスマホだと思うんですけども、それがですねアクションカメラがですね今年変わっていたんですよね。で、何のカメラを使っていたかと言いますと、インスタ360 ACE Pro 2に変更されてたんですね。ZOZOZO というチャンネルはですね、ホラーエンターテインメントということで番組の方を作っているみたいなんですけれども、結構ですね人がいるんですよね。出演される方以外にスタッフがちょこちょこと見受けられるんですけれども、そういう方たちのですねカメラの方も全てインスタ360 ACE Pro 2に切り替わっていたんですよね。番組の制作の方に携わっていらっしゃるといいますか、プロデューサーなのかディレクターなのかちょっと分かりませんけれども、メインでですね番組の方を作っていらっしゃる方というのが皆口さんという方なんですけれども、その方はですね一説によるとですねテレビの心霊番組ですとかというのを、携わっていた方らしいんですよね。ホラーなんだけれども楽しめるということで、私結構好きなんですけれども、そういうですねテレビに携わっていらっしゃった方がですね今まで使ってきたアクションカメラ GoPro ヒーロー多分13だと思うんですけども、それをですねわざわざですねインスタ360 ACE Pro 2に切り替えたと、全機種切り替えたということはですね、やはり GoPro 夜間撮影がですねあまりよろしくないと。で、夜間の写りに定評のある ACE Pro 2の方に切り替えたのではないかというふうに考えているんですよね。アクションカメラの中でそうですね夜間撮影に、比較的強いカメラ、明るくですね撮影できるカメラと言いますのは
インスタ360エースプロ2以外に DJI Osmo Action 5 Pro というのがですね、比較的明るく撮れるカメラではあるんですけれども、多分なんですけれども、ノイズリダクション機能がですね、かなりちょっと強めと言いますか、かかる機種というのはエースプロ2の方なんですよね。なので撮影後に動画をですね編集いたしまして、今まで GoPro で撮影してきたものというのは作品としてですね YouTube にアップするときにノイズリダクションを映像の方にかけていたと思うんですけれども、それがですねエースプロ2というのはもともとちょっと強めにかかっている傾向がありますので、そういう部分が編集がしやすいのかもしれないんですけどもね、そういう理由で選ばれていたかもしれないという私の予想なんですけれども、なかなか夜間撮影というのはですね、綺麗に撮るというのは難しいといえば難しいんですよね。そしてですね、ZOZOZO さんの新作の方を見ますと、今まではですね、GoPro を使っている時というのはですね、自撮り用に使われていたんですね。で、外カメといいますか、というのはスマホの方を使われていたんですけれども、今回ですね、アクションカメラの方を頭の方にくくりつけまして、メインカメラはメインカメラ、スマホで手持ちですね。でそれ以外に自撮りではなく広範囲で広角で広く撮れる映像をですね、アクションカメラのエースプロ2の方で使われていたということなんですよね。で実際にその撮影された映像を見るとですね、好みもあるかもしれないんですけれども、私の好みとしてはですね、今まで GoPro で撮られてきた映像よりもエースプロ2で撮られている映像の方が細部までですね見やすいかなというふうに感じましたね。環境のですね光ですとか、あと持っているライトの光の明るさなんかによりまして夜間映像というのは結構変わるんですけれども、それにしてもですね今までよりもかなり見やすくなったんですよね。で GoPro がですねどうして今まで自撮り用しか使われてこなかったかと言いますと、多分予想なんですけれども、自撮り用のライトがですね顔にしっかり当たって光量があるので映像が荒れずに撮れるということで使われてきたのではないかなというふうに思うんですけれども、他のそういったようなですね心霊番組といいますか夜間に撮影することの多い、そういったようなカテゴリーの動画の方を拝見いたしますと GoPro 使っているところはやっぱりちょこちょこあるんですけれども、ほとんどがですね自撮りで使われていることが多いんですよね。スマホよりも広角に撮れるということも関係しているとは思うんですけれども、ただ外カメで使っている方もいるんですけれども、そちらの方の映像を見るとですねどうしても、かなり荒いと言いますか、スマホの映像と比べますと、ちょっとひどいなという感じに見えてしまっていたんですけれども、そしてインスタ360エースプロ2の映像の方はですねかなりしっかりと外カメで使っていても綺麗に撮れておりましたので、綺麗にというとちょっと語弊があるかもしれませんので見やすくと言っておきますけれども、そんな感じでですね、なんて言うんでしょう、心霊のエンターテインメント番組として楽しみつつですね、どういうカメラを使っているのかなと
でアクションカメラがですね使われている場合にはどういうような写りが、楽しめるのかなということも見ていたりするんですけれども、 GoPro は日中の写りは素晴らしいんですけれども、やはり夜間撮影となるとちょっと他のメジャーメーカーと比べて弱いかなという気がいたしますので、そういった点ではですね、早々に GoPro Hero からインスタ360 AS Pro 2に切り替えた ZOZO さんの方は夜間映像の見やすさという点でもですね、しっかりと重視されているのではないかなというふうに感じていたんですよね。ただですね、皆様が皆様というわけではないんですけれども、暗く映る方が都合がいいという方も中にはもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですよね。というのは、本当は映ってはいけないものが映ってしまったりですとか、じゃあそれは何と言いますと、暗闇に潜む仕込みだったりですとか、そうすると番組を作っていらっしゃる方にとっては都合が悪いと。なので、暗い方がいいんですよね。その方が仕込みが見えないですから、あくまでも私の場合はエンタメとして見ていますので、そういうのを入れつつ視聴者が楽しめればいいんじゃないかなというふうに考えていますので、私はありかなというふうに思ってはいますけどもね。アクションカメラを使って撮影している方で夜間撮影がですね強いということで、インスタ360 AS Pro が最初に発売された時なんかはですね、やっぱり結構いろいろな方たちがレビュー動画とかアップされていたと思うんですけれども、実際にそのカメラを使って、番組を作るとどういう映像になるのかというところを見れたのは、私にとってはちょっとかなり収穫が高かったかなという気がするんですよね。プロモーションでレビューされていらっしゃる方というのはですね、悪いところというのを極力映さないように、バレないように、メーカーに不都合が出ないように撮影いたしまして、そしてですね、いいところを褒めちぎるというような傾向にありますから、信用していないわけではないんですけれども、やはりですね、普通に番組で使われていらっしゃる方の映像の方が、私は何て言うんでしょうね、信用性があると言いますか。そしてですね、アクションカメラ変更いたしましたとかということをですね、一切言わずにですね、さらっと、番組の方を作っているというところもですね、信用度は非常に高いと思われますので、なるほど、このカメラで映像を撮るとこういう夜間の映像になるんだなということがですね分かりまして、大変参考になりましたね。ホラーエンターテインメントのですね映像を作成されていらっしゃる方々というのはアクションカメラに詳しいわけではないので、やはりですね、先人の方たちが使われていらっしゃるネームバリューの大きかった GoPro というメーカーの方を選んで撮影の方をされていらっしゃるかと思うんですけれども、現在ですね9月の22日に収録しているんですけれども、どうやらですね GoPro の方は明日9月23日と24日に新商品の方が発売になるらしいので、この動画がですねアップされた頃にはですねもう新商品として
発売されていると思うんですけれども、その新しく発売された GoPro がですね、どんな映像の方を撮影できるのかなと。特に夜間撮影ですね、今まで弱いと言われていた映像が強くなっているのか、果たして見やすく撮れるようになっているのかというところが、私個人的な見どころかなというふうに思っているんですよね。あとは熱停止でしょうかね。他のカメラメーカーでは起きていない GoPro 特有の不具合といいますか、そういうようなところがですね、改善されているのかなというところが気になりますね。ということで、本日はこの辺で動画の方終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。